はい、今回は、バックスイングのフォアハンドのバックスイングの時の、間違いやすいところで分かりにくいところをちょっと説明します。前回の動画で両手でラケットを引いて手を離したら左手はコート右側、右手はコート後方に後ろ側に引いて、左手は肩の高さ、右手は前腕を肘から先を、内巻きに回して引くっていう風に説明したと思います。でこの中で、この前腕のこの界内というんですけども、内巻きの方のこの動きをしたいのに、この時に肩を内巻きにする人がいるんですよね。これ肩の内旋とかっていうんですけど、ここからこっちに内巻きに回してしまう人がいて、でその時の、手首、前腕はもうゆるゆるの状態になります。ここからこっちこうすると、で面が下向きになる人が多いですね。これやるとここからこっちで、自分では多分こうやってるつもりだとは思うんですけども、こっち側も最初にグッと引く時にこうやってしまって離すと、もう何やってるかは多分分かんない。なぜなら肩を内巻きにするとこれだけで結構苦しいので、この辺もやってるつもりになってると思うんですよね。ここからこうやると結構な負荷がここにかかり、重みが上になりますんで、すごい負荷がかかった状態でこっちが何やってるかはもう感覚的によく分かんない状態で、正しくは肩を落とした状態でそのまま引いて、でちょっと脇が開いた状態での肘から先前腕の内巻き界内っていうんですけどね、こっち側の巻き方。正しくはこう、勘違いしやすいのはこれです。だから肘が結構上がって肩の上側が苦しくてっていう人は注意しないといけないです。一回動画撮ってみて確認するといいと思います。ここからで、この辺はゆるゆる。実際にじゃあ、肩を回した上に肘から先も内巻きにするとどうなるかというと、こうなるはずなんですよね。これ前腕ロックで肩上がって巻いてる状態です。でもこんな人はいないんですよね。こっからこれが正しいやつ、間違いやすいので、ちょっとこっちから背中側から手首が見えたりします。手首とか腕がもう丸めになったりしますね。ここからこういくとこっちもう腕が丸めになるような感じになると思うんですけど、これは間違いです。これはもう回した証拠です。回せなかったらそっち側の背中側に腕が見えたりラケットが見えたりすることはないんで、これ止まると思います。だいたいちょっと隠れてるぐらいじゃないですかね。そっちから見る、カメラ側から見るとここからこの辺です。それがこれにはならない。これは非常に多いですからね。これをやってしまうとなんで悪いかというのは、振り出しとかスイングを具体的に説明した時教えたいと思うんですけれども、これこっち側にするともうそもそもが前に動かないですよね。腕がこの位置から直接前に行こうと思っても肩が痛い。この辺からだとこっち側すぐ通りがいいんですけども、こうやってしまうとここも通れなくて一回外していきたくなるっていう、その辺のことがあるので、そこは詳しく今度説明します。ここからこれやらないように。あと、この構えが正しいにしても、これのが遅いと意味がないんですよね。遅いか早いかでは、前回動画で説明したボールがバウンドする前というのを目安にしてください。ボールが落ちる前にこの構えまで行ってほしいですね。こう構えた後に球が落ちるのが見えるっていうのが目安がいいです。こう構えた後に落ちたのが見えて振り出すぐらい、この辺りで球が落ちないように、ここまで行って球が落ちたでスタートっていう形がいいです。ここまで行って球が落ちたでスタートっていう方がいいです。よろしいでしょうか。もう一回いきますね。間違いやすいのはこれです。これは間違い。正しいのはこれ。
これ急いだ時にグッとやる人いますからね。グッと。その時の特徴としても、もうこう手をこう入れますよね。ラケットはこう立っていかない。で、間違いにくい方法としては、両手で後ろまで持っていって引いた後に親指でこっち側に回す。でその時に右手で後ろに持っていく。このパッというスナップを効かせると間違いにくいです。これをやってこれをやる人はいないんで、立った状態で後ろの方まで行って親指でくるっとこう回してくれれば、だいたい肩は落ちて巻かない状態になると思います。またいろいろフットワークとかもまた説明したいので、まだまだ続くと思うんでよろしくお願いします。